このプラもマーカーだけで塗りました。エアブラシも筆塗りも一切なし。塗装時間もたった3時間。制作経過のポストだけで1000いいね。多くの注目が集まったマーカー全塗装の全貌を公開します。マーカーって初心者向けの道具でしょ。本格的な塗装には使えないでしょって思いますよね。私も正直舐めてました。でも令和の最新マーカーはめちゃくちゃ進化してます。今回最新マーカー全色セット総額3万円分購入してガチ検証。案件料ない完全自腹。メリットデメリットすべてお見せしていきます。そもそもプラモの塗装といえば王道はエアブラシですよね。エアブラシは完全に均一の塗装が簡単にできるし、グラデーションも可能。圧倒的に綺麗に仕上がりますが、ハンドピース、コンプレッサー、塗装ブースと初期投資も置き場所もハードルが高い。準備や片付けもかなり大変です。一方で筆塗りは安くて手軽な反面、広い面をムラなく塗るには技術と根気がいります。それにエアブラシほどではないですが、筆の洗浄とかの手間はやっぱりあります。そこで第3の選択肢、マーカーです。キャップ外して塗るだけなので完全に準備も片付けもゼロ。でもぶっちゃけマーカーって初心者だけが使うもののイメージですよね。いわゆる普通の模型用マーカーって使う前にシャカシャカ振ってペン先をノックして塗料を出す仕組みですよね。ペン先が硬くて太いし、塗料の出る量もコントロールしにくくて、部分塗装だけでも綺麗に塗るのはなかなか難しい。そのイメージをぶち壊したのがこの AK リアルカラーマーカーとディスペイ水性アクリルマーカー。ペン先が細くて柔らかい筆状なのでめちゃくちゃ塗りやすい。しかも隠蔽力も高くて乾燥も早い。マーカーでは本格的な塗装は不可能というイメージをぶち壊す革命的なマーカーです。前回このマーカーの部分塗装だけでプラモを作ってみたんですがかなりの手応え。というわけで今回はマーカーだけで全塗装に挑戦することにしました。まずマーカーの性能をチェック。AK ディスペイ両方とも塗料の種類としては水性アクリルです。気になる発色や隠蔽力、下地の影響、塗膜の強度を見ていきましょう。白スプーンに塗ってみて発色を検証。乾燥が早くて待たずに二度塗りに入れるのでストレスなく塗装できます。ブラック、イエロー、レッドのどれも AK ディスペイともに二度塗りでしっかり発色しました。ブラックはややディスペイの方が下地の隠蔽力が高い印象。隠蔽の難しい黒スプーンでも検証。2回塗りまでしましたが、ホワイトは AK の方がややしっかり隠蔽できている気がします。イエローとレッドは3回塗りまでしましたが、下地の黒は隠しきれてないですね。ですが、隠蔽力の低いイエローとレッドでここまで発色していれば上出来ではないでしょうか。下地の影響を確認します。スプーンに先に艶消しトップコートを拭いてから塗ってみます。ザラつきのおかげで塗料の食いつきが良くなってムラが減りました。それに筆を滑らせるときに程よい抵抗感が出て塗りやすいです。塗膜の強度チェック。AK もディスペイも爪楊枝で簡単に削れます。艶消し下地にするとわずかに削れにくくなります。よく使うものとして水転写デカールを貼るときに使うマークセッター。デカール糊とデカール軟化剤が配合されたツールですが、軟化剤成分のせいで塗ると塗膜が溶けてしまいますね。塗膜の保護のために光沢トップコートしてみました。トップコートすると爪楊枝にもマークセッターにも耐えるようになりました。特に可動プラモに使うときはトップコートしておくのがいいですね。それぞれの製品情報ですが、AK マーカーはミリタリー系の部分塗装用のカラーを中心に34色。色にもよりますが、仕上がりは艶消してくすんだ渋い色が多め。定価は高めの550円。ディスペイは原色寄りで基本12色、メタリック8色、蛍光5色の計25色。仕上がりは半光沢でメカ系の派手な色が得意。値段は275円とガンダムマーカーと同額。おおむねどちらも同レベルで優秀。マーカーの弱点として調色ができないので塗りたい色に合わせて使い分けるのが良さそうです。が、ここまでは所詮机上の空論。ゴタクはいいんですよ、ゴタクは。実際のプラモ制作でマーカーがどこまで戦えるのか、マーカー全塗装で検証してみましょう。実践の中で見えてくる問題とその解決方法を紹介していくので、ぜひ最後まで見届けてください。検証した通り艶消し下地が塗りやすいので、組み立てる前にまずランナーにラッカー系の艶消しトップコート。水性でもいいですが、マーカーを塗るときに下地が崩れる可能性がないので、やはりラッカー系の方が下地としては最強。缶スプレーなので塗装ブースがなくても屋外やベランダでさっと拭けば OK。作るのは長谷川72分の1ライデン。日本の戦闘機にしては珍しいずんぐりしたシルエット。派手な稲妻マークが魅力の機体です。
1977年発売のベテランキットで700円で買いました。ランナー3枚、パーツ数は34点と少なめ。安くてパーツが少ないからサクッと作って検証するのにぴったりですね。今回検証のために説明書の指定色は何箇所か日本の戦闘機でよく使う色に置き換えて塗っていきます。まずはコックピット。AK マーカーの三菱機体内部色。ドンピシャの専用色があります。AK マーカーはコックピット系の色が特に充実。飛行機模型はコックピットを塗らないと次の組み立てに進めないのが面倒なんですが、これがマーカーでさっと塗れると製作がかなり楽になります。ヘッドリストは AK マーカーレッドブラウン LAL8017。操縦桿や計器板は AK マーカーフラットブラック。エナメル系のタミや墨入れ塗料で押し塗る。マーカーの塗膜はエナメルに耐性がありますが、擦る力自体に弱いので拭き取るときは慎重に。計器板のデカールを貼っていきます。が、ここで問題発生。検証でも分かった通りマークセッターは塗膜が溶けるので使えません。これがかなり難しい。デカールがパーツの上で滑らず位置決めがしにくい。かといって水を足しすぎると糊が流れて貼り付かなくなります。なんとか位置を決めた後からデカール軟化剤のマークフィットスーパーハードを塗って密着させます。マークフィットも塗膜を溶かす成分なんですが、塗った後触らずに乾かすだけならセーフでした。普段はなんとなく使っていたマークセッターですが、初めてそのありがたさを実感しました。なんとかコックピット完成です。パイロットも塗りますが、マーカーのカラーラインナップで指定色そのものの色はほぼありません。マーカーは調色できないので似た色を探して代用していきます。肌に AK マーカーウッドベース。帽子と手袋に AK マーカーレッドブラウン LAL8017。パイロット服に AK マーカーレッドブラウン LAL8012。なんかレッドブラウンが2色あるんですよ。救命胴衣に AK マーカーオリーブグリーン。ゴーグル、ブーツに AK マーカーフラットブラック。手持ちをやりくりすることでそれっぽく塗り分けできました。組み立ての続き。古いキットの割にパーツの合いはいいんですが、やっぱり隙間はできやすい。合わせ目結晶が散ると時間がかかるので、今回はうまく消えたらラッキーくらいで。さあ、今回のメインイベント。あくまで部分塗装の道具ってイメージのマーカーで機体全体をきれいに塗れるのかやっていきましょう。機体仮面。本来は明快白色ですが、代用で AK マーカーのデッキタン。本当はもう少し暗いグレーなんですけどね。ミリタリー系で需要の高いグレーのカラーラインナップは正直頼りないです。ペン先の側面を寝かせて使うと広い面も効率よく塗れます。塗り方のコツですが、筆を動かす向きを揃えます。主翼は機体の進行方向。胴体は重力方向に統一。こうするとできた筆ムラがいい感じのテクスチャーになってくれます。と言いつつ胴体も結構進行方向に塗っちゃってますが、とにかく向きの統一はしています。伝わりますかね。塗ってる音がいいんですよね。心地よい塗り心地と音は艶消しのおかげですね。ご覧の通りですが、全然難しいことはしないでバーッと塗ってますけど、いい感じに塗れてます。エアブラシ塗装や筆塗りもそれぞれ楽しさがありますけど、このマーカー塗装かなり楽しいですよ。デッキタンは隠蔽力がやや弱めなので、最終的に4度塗りまでしました。ここはテクスチャー感をどこまで残すかの好みでもありますね。主翼前縁の敵味方識別体はディスプレイマーカーのメカイエロー。筆状のペン先だからフリーハンドでくっきり塗り分けできてサクサク。この塗り分けも楽しいですよ。そして大幅な時短になります。エアブラシだとマスキングが大変ですからね。そして機体上面は AK マーカーの青緑色。このマーカーでしか聞いたことない色ですが、多分日本軍機の暗緑色の誤訳だと思います。AK マーカーのカラーラインナップは基本的に部分塗装用でメインの機体色はほぼないんですが、なぜかこれだけドンピシャの色があるんですよね。今回の企画の最大の賞賛になってます。隠蔽力も高くて2度塗りでバッチリ決まります。キャノピーのフレームも気合のフリーハンドで塗り分け。キャノピーはトップコートを拭くと曇っちゃうので、ここだけ下地なし。塗膜は剥がれやすいんですけど、逆にはみ出しても擦れば簡単に消せます。日本軍の飛行機の脚庫の中は青竹色というミリタリーらしからぬ派手なメタリックブルー。ここにはディスプレイマーカーのメタリックブルーを使います。機種の上面は AK マーカーのフラットブラック。細かい塗り分けもしていきます。小さいパーツはマーカーが一番得意なところ。左の翼端灯はディスプレイマーカーのメカレッド。右はメカブルー。尾灯は AK マーカーのアルミニウム。エンジンは AK マーカーのダークアルミニウム。
エンジンの奥の方をガンダムマーカースミレブラックでスミレ。アンテナは AK マーカーのレッドブラウンラル8017。プロペラはマホガニーの代用で AK マーカーチッピングカラー。タイヤは AK マーカーフラットブラックで塗ります。本当はタイヤ用の AK マーカータイヤブラックという色があるんですが、特に人気の色でこの時はまだ入手できてなかったので代用。ここで筆ペン型マーカーの弱点が出てきました。筆先がちょっと潰れてきちゃってます。柔らかい筆先なので優しく扱わないと傷んで塗りづらくなります。艶消しで表面が荒れてるのも筆先にダメージを与えてるかもしれません。このリカバリー方法も研究していかないとですね。ここでまた問題。排気管の指定色は焼き鉄色。ですが AK にもディスプレイにも近い色がありません。やむを得ないので他メーカーにも頼りましょう。GSI クレオスのミスターホビーマーカー焼き鉄色。同じ筆ペンタイプですが隠蔽力はやや物足りない感じ。マシンガンの黒鉄色も近い色がないのでガーレリ水性メタリックマーカーダークアイアン。振ってノックする従来型ですが意外と塗りやすいです。これで機体本体の塗装が完了。塗装はわずか3時間。塗装の準備や片付けが丸ごとない分これだけ早く終わります。マーカー塗装の時短効果、凄まじいです。デカール貼っていきましょう。貼る場所を濡らさずに位置決めするのは難しいと分かったのでツールを用意しました。デカールフィクサー。軟化剤が入ってないデカールのりです。これなら塗膜を溶かさずに滑らせて位置調整できますが、マークセッターほど密着させるのは難しいですね。ちょっとデカールの余白が目立ちます。一手間増えますが、スプーンで検証した通り、トップコートで塗膜を保護してからマークセッターを使うのがベストでしたかね。最後にウェザリング。今回は塗装からウェザリングまで3ヶ月空いてしまって、塗膜が完全乾燥した状態での検証です。タミヤ墨入れ塗料で墨入れとウォッシング。もともと古いキットで筋彫りが浅いので、マーカー塗装でさらに埋まって、パネルラインにはあまり墨が残ってくれません。ですが本来飛行機のパネルラインはあまり目立たないのでこれでもありでしょう。さらにタミヤエナメル塗料のフラットアルミでチッピング。正直この工程は苦手。エッジのチッピングは簡単にリアルになってくれるんですが、広い面はリアルにチッピングするのが難しいんですよね。今回はパネルラインの一致を狙ってチッピングを入れるために付箋でマスキングしながらチッピングしてみましたが、まだまだ精進が必要ですね。とはいえ、ウェザリングをするとマーカーのムラもごまかせてぐっと雰囲気が出ます。最後に艶消しトップコートで艶を整えて、パイロットを乗せて、キャノピーをかぶせて、プロペラを取り付けたら、長谷川72分の1ライエン完成です。というわけでマーカー全塗装いかがだったでしょうか。成功と言える出来なのか、完成品をあなたの目でご確認ください。個人的には今後もマーカー全塗装を続けていってもいいと思いました。今回の制作は反省点もあったので、次回の制作でリベンジしたいですね。次回の制作はスピットファイヤーか0戦にしようかなと思ってます。どんなプラモのマーカー全塗装が見たいか、ぜひコメントで教えてください。最後に言い忘れてた AK マーカーとディスプレイマーカーの最大のデメリット。売ってない。めちゃくちゃ品薄になってるんですよね。概要欄に手に入りそうなショップのリンクを一通り貼っておいたので、定期的にチェックしてぜひ定価以下でゲットしてください。動画が参考になった、面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。メンバーシップ限定で高画質完成写真も上げています。メンバー限定動画も上げているのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。